MGB のプラグなんですけど、今使っているのがトーチのプラグなんですけど、もう2年ぐらいになるのかな。で、今回はそろそろプラグ交換の時期かなっていうところで、また NGK のプラグに戻してみようかなと思います。トーチのプラグもこれまで全然問題なく使えてたんですけど、NGK の2極プラグっていうのがあって、それが使えるんじゃないかと思って今回の流用のネタですねというのをやってみたいと思います。で、ここに映っているのが、今回、交換しようとしているプラグですね。BPR6EKN というものなんです。MGB、標準で使うって言われているのがこちらの BPR6ES っていうタイプなんですけど、こちらはね、普通のスパークプラグ、L 字型って言われている電極のプラグですねという感じなんですけれども、こちらのねプラグは2極プラグということで、トーチのプラグと同じような形で、ここの電極ですね、マイナス側の電極が2つあるっていう形になってます。そうするとプラグのその着火ミスというか、それが起きにくいという、万が一被ったとしても、一方が被ったとしてももう一方の方でね、つくんでかぶりに強いというふうに言われてますね。で、実際こちらって全然その互換表にはね、互換同じも使えますよっていうようなことは全然言われてないんですけれども、こうして見る限りですね、寸法が、特にここの座金の部分からトップにかけての長さも全部一緒ですし、径も一緒ですね。なんでこれが多分使い回しというか流用できるんじゃないかっていう形ですね。今まで使っているトーチの2極プラグだと、ここの径がですねまたちょっとちっちゃくなっているんで、これは元のサイズに戻る B サイズに戻るんですけれども、これで試してみてね、どんな感じかというのを見てみたいと思います。あとですね、これちょっと気になっているのが、最近ちょっと MGB でですね、遠出したんですけれども、その際にですね、高速とか走っている時に、なんていうんですかね、要するにその100キロだったら100キロっていう時速100キロっていうのをこう保つために、アクセルをこう入れるか入れないかっていうレベルの巡航速度って走る場合にですね、ちょっと息継ぎみたいな現象が起きてギクシャクしちゃうんですよね。で、それが何が原因なのかっていうのはちょっとわかんないんで、いろいろとこう試してみるというか、交換してみてね、何が悪かったかっていうのを探りながら直していきたいと思ってるんですよね。で、普段加速する分とか、その辺を走る分には全然問題がないレベルなんで、なかなか気づきにくかったんですけど、本当に高速走ってる時だけ、ちょっとギクシャクするな、運転しにくいなっていうようなところがあったんで、そこを直したいんですよね。ちょっとなかなか100キロとかそういった速度で走ることが、高速でなきゃないんで、なかなか確認するのも大変なんですけれども、ひょっとしたら今回のですね、スパークプラグが、だいぶ前回の交換から、時間が経っていることもあって、そこでプラグがちょっと劣化しつつあるのかな。でもそんなにね距離走ってないからまだ大丈夫だと思うんですけれども、一応試しに交換してみてどんなものかなっていうのを見ていこうかなと思ってます。
これね、ちょっと一番シリンダーからトーチのプラグ外してきたんですけれども、こんな感じですね。ここの長さが、こちら側の長さがですね、一緒ですよね。で、それ以外の作りっていうのは、やっぱり B サイズの方が大きいんで、あれなんですけど、ね。こうしてみると、ちょっともう、プラグが、ちょっと丸くなってるかな。ちょっと角が丸くなってるような気がしますね。ちょっと手元で見たいんで、ちょっと手元で見よう。こちらのトーチのプラグなんですけれども、調べてみると2020年の5月に交換しているので、ちょうど3年間ぐらい使ったことになりますね。だいぶやっぱね、ちょっとね確認してみたんですけど、だいぶ丸くなってる感じですね。それが影響してんのかな。焼け具合としてはこんなもんなのかな。という感じで、これをこの K6RDY の9から、BPR6EKN に交換していきたいと思います。で、使うのはですね、2種類。このトーチの抜くのはこっちの 16mm ですね。こちらのプラグレンチ、プラグソケットで、こちら側の BPR6EKN を抜くのはこちら 21mm のプラグソケットを使ってはめ込んでいきます。1番のシリンダーから新しいプラグをつけていきます。これさっき外したんでこのままなんですね。で、プラグを新しくはめる場合はですね、プラグホールが手にネジの位置っていうんですかね、それが届く範囲なんで、まずはこういった手で直接スパークプラグを持ってねじ込むようにします。いきなりこういったプラグレンチで締め込まないということですね。で、なんでかって言ったら、いきなりプラグレンチで締め込むと、万が一斜めにスパークプラグが斜めに入った場合に、ネジを傷めちゃうっていう可能性があるんですね。なので、こういった手で締め込んでいけば、もしプラグが斜めに入っていたりした場合ですね、ちゃんと閉まらないんで、途中で間違いに気づくとやり直しができるという形になるんですね。で、こういった形で正しく、プラグがはめ込めたなと思ったら、最後に仕上げでプラグレンチでグッと半回転で入れますと。で、プラグ交換なんですけれども、ですね、一個一個外して、一個一個古いプラグを外して新しいプラグをはめ込むというやり方をおすすめします。で、なんでかというと、このプラグコードですね、全部一気に外してしまうと順番がちょっとわからなくなるということがあるので、そういったことを防ぐためにですね、これ一個一個外して、ちょっと面倒なんですけれども、外してつけて外してつけて外してつけて外してつけるという形ですねにした方がいいかと思います。今回ちょっと外すのとつけるのでプラグのねソケットが違うのでまた一手間あるんですけど、しょうがないですね。で、そして今度はまた 16mm のソケットに変えてですね、2番のプラグを交換していきます。結構いい感じに焼けてんじゃないですかね。それでもやっぱり角が丸くなってんのかな。じゃあ新しいのつけていきます。
手でねじ込んでいきます。で手でねじ込めなくなったらプラグレンチですね、この辺から半回転、はい、半回転できるかな、半回転、これですね、はい、でプラグコードをつける。3番プラグですね。4番プラグですね。1番の方は1番に比べてだんだんこう4番に近づくにつれてちょっと白くなってるんで薄いのかなという感じもします。あとちょっと気づいたんですけど、ここ電極が結構電極が結構ですね削れてる気がしますね。そんな感じです。こうやって見ると影がちょっと違う風に見えると思うんで、やっぱ削れてる電極が結構痩せてるというか、そんな感じになってる気がします。4番についても新しいプラグ入れていきます。これぐらいのなんていうんですかね、例えば最近のダイレクトイグニッションとかそういったものって車ってこういったプラグホールがだいぶ奥まったところにあるので、すごくこうプラグ交換する時も、こういったものを使って慎重にやらなきゃいけないっていうんですかね、作業が慎重にならざるを得ないんですけど、こういったこう昔の車、それだと結構なんていうんですか、いじってるとバイクいじってるのとなんか変わらないというか、本当にここなんかもエンジンからねプラグ出てるところなんかも本当にバイクかなっていう感じの整備性ですよね。すごく楽というか、そういった点でもなんか割と50年前の車、50年以上の前の車なんですけど、全然ね維持しやすいんじゃないっていうのが僕は今思っている感想なんですけどね。でこれで一応プラグを全部新しくすることができました。であとはエンジンかけてみてですね、問題ないかというところですね、確認をしていきたいと思います。不調の原因だったんですけれども、ここのディストリビューターからこのケーブルをちょっと交換することで解決しました。もともとのこのディストリビューターつけてたやつなんですけれども、多分ですね、ちょっとここだったかな、ですね、ちょっとこの接触が甘かったみたいで、これが原因でこの3番かな、3番のプラグが関係がリークしてたんじゃないかなと思います。